テテは世界で最もハンサムな顔100人の上位に入る常連ですが、天然発言が多くテテにしかわからないテテ語をよく話しています。そんなテテはアーミーの中では4次元とも呼ばれるほどに天然すぎる一面を持ち合わせていますよね。テテの会話をメンバーが通訳をして分かりやすく伝えてくれるなど、数多くの4次元エピソードの持ち主。今回はテテ語で斜め上を行くテテの会話を紹介します。彫刻のような完璧すぎる顔立ちからは想像もつかない4次元発言から母性が炸裂してしまうこと間違いありません。一生懸命テテ語を話すテテの様子と周りの反応に注目しながらご覧ください。テテ語エピソード。アーミーの皆さんはテテ語といえばどんなエピソードを思い浮かべますか？ありすぎて選べないという人が多いのではないでしょうか。必死に話をするテテですが、メンバーに伝わらずそうツッコミされる様子やテテ語を通訳するメンバー。テテの話が4次元すぎて収集がつかず回収される様子など、周りの反応も見ていて面白いですよね。それではデビュー当時から変わることのないテテ語エピソードを3つ厳選しましたので、早速見ていきましょう。テテ語炸裂でパランの俳優陣に突っ込まれる。2016年12月19日から2017年2月21日まで放送されたテレビドラマパランにテテが出演。数多くの主演を務めるパク・ソジュンをはじめとした豪華キャストが勢ぞろいしています。パランのメンバーの中で最年少であるテテは BTS といる時とはまた違った可愛らしい一面がありますよね。そんなテテの愛される姿がインタビューで顔を覗かせたのです。テレビと普段のギャップが大きいのは誰？という質問が飛ぶと、パランメンバーは一斉にテテを指名。パク・ソジュンからテヒョンは男らしく見られたいようで話し方も変わります。普段は全く違うんですよ。と暴露される中、末っ子感たっぷりの笑顔で話を聞いているテテ。すると、テテはみんな男だから僕も男にならないと。そんな使命感があって、とテテ語が炸裂してしまったのです。テテの4次元発言にメンバーから笑いの声があるも、まだまだテテ語が続きます。みんなが足を組んでいると、僕も足を組んでみたりしますと、パランの俳優陣がテテにとってはとても男らしく映っているという可愛らしい悩みを語りました。一番時代劇の衣装が似合っていたのは誰？とテテが質問を投げかけると、自分でしょ？とテテの性格を知り尽くしたパランメンバーからの回答が、テテはとても嬉しそうにしていると、これを聞きたくて質問したんだろ？と突っ込まれていました。自己愛が強すぎるよとパク・ソジュンから言われると、テテはちょっと似合っちゃってましたと自画自賛。そんなテテを優しく見守るパランメンバーのおかげで、テテが飾らずのびのびとしていられる場所だということがよくわかります。パランメンバーにとってテテはとても可愛らしい弟であり、インタビュー中も可愛いとつい言葉を発しているメンバーの姿が多くありましたよ。オーディションの重苦しい空気の中故障したテテ。次世代系ポップアーティストが誕生する大型オーディション番組アイランドに BTS が出演。この番組は BTS の生みの親である音楽プロデューサーのパン・シヒョクが番組の制作総指揮として携わっています。アイランドのスタジオに来たテテは嬉しそうにし、満面の笑みを浮かべながらジミンと手をつないで無邪気にはしゃいでいました。ダンスをしたり、ソファに寝転んだりとスーパースターとは思えぬテテらしい4次元行動が発動。この大掛かりなプロジェクトの最後に合格者の発表があり、その場面に立ち会った BTS。緊張感のある重苦しい空気の中、
オーディション番組でメンバーが決定した瞬間の気持ちはどうだったかとコメントを求められたのです。ジンが緊張気味に話をした後、シュガに代わり、昔のことを思い出しました。これから頻繁に会えるといいですね。皆さんとても上手でいいですね。はい。ははははは。はいと空気感に耐えきれず壊れてしまったのです。その次にコメントしたのがテテ。アイランドに食べ物がすごく多かったです。BTS が練習生やデビューしたての頃は、鶏胸肉に塩を振って食べることも怒られていたんです。と、テテ語が発動。続いて、家族のように過ごしているみんなを見ていたら、すごく幸せでした。僕が幸せなんじゃなくて。と止まらないテテ語に RM が、すみません。うちの子が故障しました。ごめんなさい。と、テテを回収していったのです。緊張気味の合格メンバーも、テテのコメントを聞いて緊張がほぐれ、思わず笑みがこぼれていました。BTS 全員が笑いをこらえきれずうつむいてしまう様子は、とても面白く、重苦しい空気を変えるテテ語はさすがとしか言いようがありませんね。ちなみに、このオーディション番組から誕生したグループがENHYPEN。デビュー当時の平均年齢が 17.3 歳という若さにもかかわらず、大人の魅力であふれています。2020年11月30日にデビューしてから約8ヶ月後に日本デビューを果たすなど、今大注目のグループです。BE の記者会見で4次元発言が止まらない。2020年11月20日、アルバム BE のリリースを記念して記者会見が行われました。記者からの質問では、グラミー賞についてや第2の BTS は必要かなど様々な質疑応答が行われ、メンバーが真摯に回答する真面目な姿が、そんな中、クラシック好きのテテに向けて、クラシックは今回のアルバム制作に役に立ったかという質問がされました。昔、サックスを習っていた経験があり、その影響でクラシックに知っている曲がたくさんあったことから、徐々に興味を持つようになったテテ。BE のアルバム制作時にも、クラシックを聴きながら作業をしていたと明かしました。テテが作曲に携わったのは、BE のアルバムの3番目に入っているブルー&グレーというギターサウンドが特徴のとても温かみのある落ち着いた曲です。どんなジャンルなのかを説明するべく一生懸命話すテテでしたが、まさかのテテ語が炸裂。ディスコポップフォーキン、アコースティック、ポップバラードです。と言った後、おかしな言葉になっていることに気がついたのか、テテも少し笑ってしまっています。その後に、ディスコではありません。アコースティックポップバラードジャンルです。と訂正。テテが話している様子を、微笑ましく優しく見守っているメンバーの姿から、BTS の仲睦まじい関係性が垣間見えました。ちなみに、この記者会見では、テテが過去に経験したバーンアウト症候群について語られたのです。よく、バーンアウトを感じていたが、どうすることもできずに悩んでいたテテ。バーンアウトを乗り越えるために、楽曲制作などで自分の気持ちを表現することで、精神的に楽になっていったと明かしました。まとめ。テテ語で話す4次元ワールド全開なエピソードはいかがでしたでしょうか。周りから総ツッコミを食らう様子やテテ自身も収集がつかずタジタジしている様子など、どれもテテらしくとても可愛いですよね。記者会見などでバシッと決めようと話をするも、途中から迷子になり、メンバーがテテを回収していく様子は、特に面白くずっと見ていられます。テテが飾らずにありのままでいられる安心できる場所。この家族のような関係が、これからもずっと続いてほしいと願うばかりです。これから、
どんなテテ語が誕生するのか楽しみにしながら、4次元テテを温かく見守りましょう。